アストーク。今日は日本の友達がブダペストに遊びに来たので、初めて子供鉄道に乗ってみたいと思います。Vincent, what is this station's name? I forgot. Fürwursburg. ここはフーブシュブルジ駅だそうです。Cool Valley, Cold Valley. Cold Valley. Cool. 寒い谷という意味の場所らしいんですけど、今日はそんな感じ。寒いね。日本から来た生田ファミリーです。ベイビーもいます。のどかちゃんです。というわけで、今日は私も初めて来る子ども鉄道にやってきました。ハンガリーに来る前は子ども鉄道の話を聞いてて行ってみたいなって思ってたんだけど、なんだかんだと今になってしまって、ちょうど機会をもらえてよかったです。2人が行きたいって言ってくれたおかげでここまで来ることができました。なかなかね、ブダペストの本当に山の方にある線路なので、ちょっとここまで来るのがかなりめんどくさかったです。トラムとかバスを乗り継いでようやく到着しました。2人が使っているムービー用のカメラが私と全く一緒の DJI ポケットでした。笑っちゃった。バスとトラムのターミナルから子ども鉄道の駅までこの階段を登っていきます。かわいい階段。こういう木造の階段とか建物ってあんまりブダペストでは見ないから新鮮な感じ。2人は旅好きなだけあって結構英語がお上手なので、なんかヴィンチェも嬉しそうでした。いろいろ話してたな。説明していなかったけど、子ども鉄道っていうのは文字通り子どもが働いている鉄道なんです。子ども向けの鉄道っていうことじゃないんですよ。1940年代の後半に出来上がってからずっとここで走っているそうです。鉄道のお仕事に興味がある子どもたちにはうってつけの機会ですよね。Gelmek Başyurt means children railway. 中も可愛らしい雰囲気で、待っている間にコーヒーを飲めたりピザまで食べられるカフェレストランが併設されてます。可愛いワンコと男の子がいました。こんなちっこい男の子も働いてるのかって一瞬思ったけど、そうじゃないみたい。ただのお客さん。中で家族が食事をしているらしくって、外の模型を見ているだけだったようです。列車に乗るまで時間が余ってしまったので、少しお茶休憩をしたいと思います。みんなこういう風にこの場所を使っているんだろうね。でもあったかいところでお茶が飲めたりご飯が食べられたりする場所があると助かります。あれ、赤ちゃんがいるとついつい釘付けになっちゃうよね。2人どうやって赤ちゃんを連れてきてるんだろうって思ったけど、山登り用の赤ちゃん用のキャリアっていうのかな、リュックっていうのが売ってるらしくって、それを使っていましたね。
あれはいいアイテムだ。かわいいな。ずっと見てられちゃうわ。ゆっくりお茶してたらもうすでに列車が到着していました。あと2分で出発とのこと。見て見て、前に歩いている女性、背負っているのがのどかちゃんを運んでいたベビーキャリアと一緒でした。使ってる人初めて見たって2人も驚いてました。そしてやっぱり本当に少年たちが働いています。かわいい車体、すごいレトロです。しかもまさかの貸し切り状態。天気悪いからかな。Can you open it? 乗車賃は中で支払います。現金で大人1人1000フォリント、410円ぐらいですかね。調べてみるとここでは10歳から14歳ぐらいまでの子どもたちが働いているそうです。隣の車両には仕事終わりかなみたいな雰囲気の子たちが座っておしゃべりしていました。なんか楽しそうだな。そして彼らの仕事ぶりはなかなかプロフェッショナルで、車内放送がない代わりに逐一次の駅についてお知らせしてくれます。のどかちゃんもめっちゃハッピー、すっごい楽しそう。本当。かなり揺れる車内の中でしっかりつかまり立ち、体感が素晴らしく強いです。子供たちの仕事ぶりがあまりに立派なのでみんなで感心していました。こうやって見ていると大人なのか子供なのか分かりません。そのくらいれっきとした立派な列車です。今日はお天気悪くて少し残念だけど、こういうノームっていうのも逆に珍しいからいいかもね。雰囲気はあります。次の駅で待っている駅員さんももちろん子供たちです。ホームで流れるアナウンスとかもね、子供の声でしたね。いた。もうヴィンツェは完全にメロメロですね。3人と別れてからも今まで会った赤ちゃんの中で一番可愛いって言ってた。開けちゃえ。ここでなんと蒸気機関車とすれ違い。こんなのも走ってるの？ちょっと感動でした。ご主人のトールさんは実は大の鉄道好きだからこその子供鉄道っていうチョイスだったんだなと後で納得しました。しかもハンガリーに来るのはこれで4度目だそうです。ハンガリーの鉄道に関しては私よりもしかしたら詳しいかもしれないですね。ひたすら森の中の道を進んでいきます。最初の駅から終点まで30分くらい。
1時間くらい乗っててもよかったな。なんかいい時間でした。魔女でも現れるんじゃないかっていうようなすごい霧でした。なかなかいいね。これはこれであり。あ、今も子供たちが敬礼していましたね。何人くらい働いているんだろうな。お兄さんたちありがとう。とっても頼もしい仕事ぶりでした。そしてレトロな列車が霧の中へ消えていきます。パパ嬉しそう。ずっと子供鉄道が気になってたみたいです。到着したここはノルマファ駅。ノルマファはブダペストの人の中では有名な山で、春夏はピクニックとかハイキングに来る人でいっぱいなんですけど、本当はね、ブダペストの街並みも一望できるはずなんですけど、今日は一人おりませんし、霧で何も見えません。まあまあ、これはこれで雰囲気あるかな。リンツ曰く、このノームは逆にめっちゃ珍しいから、まあいいんじゃないって言ってた。狙って見れるもんじゃないからね。ヌルマファからバスでブダ城まで1本で降りてきました。めっちゃいきなり観光地っぽいところに来ちゃいましたね。こちらは有名な漁夫の砦です。めちゃめちゃ人が多い。天気が悪いとはいえ土曜日はこのぐらいの人はいるみたい。せっかくだしみんなで写真を撮ろうよっていうことで、もうね、こういう眺めのいいところに来るのもちょっと順番待ちしないといけないくらい。この辺多分ここれんな感じ全体がで観漁夫の砦光客だらけです。まあ、それでもね、夏に比べたらかなり静かではありますが、旅のアイドルはやっぱ赤ちゃんだよね。いビやー、ンツも私も一日でメロメロになってしまいました。平和になる。もうどんなに赤ちゃんって自然と心がポワーっとなるものがあるよね。日本じゃ出生率が減ってるっていうことだけど、悲しいことだよな。最初は0歳児の子供と一緒に旅行ってびっくりしたんだけど、きっとのどかちゃんの世界はこの旅でずっと豊かになったんだろうな。そんなことを想像しました。子供ができても2人のやりたいことを諦めないでいようねっていうのが2人で約束した子育てのテーマだったみたいなんだけど、大変な中でもこうやってヨーロッパ旅行にチャレンジしちゃうんだから、ほんとすごいよねってヴィンチェと話してました。可愛い子には早めに旅をさせろってことかな。もう辺りが暗くなってきました。鎖橋の下まで降りてきましたよ。さすがにみんな疲れてきたし、2人に関しては赤ちゃんのお世話をしながら、赤ちゃんをリュックに背負いながら移動しているので、なおのことお疲れだと思います。霧のせいなのかな、空が不思議な色になってて綺麗でした。ここでもみんなで記念写真を撮って、そろそろ帰りたいと思います。本当にね、帰り寄ったスーパーでも超ご機嫌だったのよ、のどかちゃん。なんていい子なの。
3人のおかげで楽しい一日になりました。ありがとう。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。走って行け Train Train どこまでも Train Train 走って行